皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ特別編のオフロード版を担当している川村です。車の取扱説明書というコンセプトはそのままに、オフロード走行時の取扱方法をお伝えしていきたいと思います。今回扱うのはスズキのスーパーキャリーです。グレードは X リミテッド、5速マニュアルの 4WD モデルです。キャリーには平ボディのノーマル仕様からダンプシリーズ、食品シリーズ、ゲートリフターなどの特装車シリーズまでいろいろな仕様が存在しています。そんな中、スーパーキャリーは平ボディのノーマル仕様をベースにキャビンを後ろに長くした派生モデルとして登場しました。詳しくはオーナーズアイ本編をご覧ください。荷台のフロア長は本家キャリーの203センチよりは短くなっていますが、キャビンの下が掘り込まれていて195センチくらいは確保されています。さて、この車はもちろん人々の暮らしを縁の下で支えている商用トラックですが、その特徴を私の独断と偏見で言い表しますと、ラダーフレームのボディにシンプルなパートタイム 4WD システムを組み合わせ、ハイ・ロー2段階の副変速機を合わせ持つ本格クロスカントリーマシンとなります。なおかつ、縦置きエンジンをミッドシップにレイアウトした2シーターのライトウェイトマシンとなれば、まるで2ドアジムニーやジープラングラーのようなオフロードのピュアスポーツカーのように思えてきますよね。これは嫌が応でもオフロード走行への期待値が高まります。それではいつもの通り詳しく見ていくことにいたしましょう。前後の重量バランスは 61.9 対 38.1 です。オフロード編で取材してきた 4WD 車の中で一番フロントヘビーな値です。とはいえ、今時の FF ベースのディーゼル SUV などと比べて、際立って前が重いというわけでもありません。ただ、一つだけトラックならではの注意があります。普段は後輪駆動なのに、空荷では後ろが軽く、ミューの低い道では後輪が滑りやすいということです。とはいえ、平ボディのトラックはほとんど皆同じ構造です。荷台に重量物を積むことで、後輪に十分なトラクションがかけられるようになるので、実用上問題はありません。もちろん、4WD で走るときもある程度荷物を積んでいる方が後輪のトラクションは強くなります。さて、前後の話はこれくらいにして、今度は上下のバランスを見ていきましょう。主要な重量物は 660cc の直列3気筒エンジン、5速のトランスミッション、トランスファー、燃料タンクです。もちろんラダーフレームも重たいものです。これらが車体の下半分に集中しています。このようにエンジンの真上に運転席、キャビンが配置された車体構造をキャブオーバーと呼びます。こういったキャブオーバーの車の重心は見た目より低く、凹凸あるオフロードでも意外に安定した走りをしてくれます。次に対置アングルを測ってみましょう。私はオフロードを走る前に必ず車を真横から眺めて、その対置アングルを確かめるようにしています。フロントのアプローチアングルはこのぐらいです。後ろ側のデパーチャーアングルはこのぐらいです。ランプブレークオーバーアングルはここです。直進時のアプローチアングルはこのぐらいなんですが、このアプローチアングルでは越えられない大きな段差がある場合、タイヤを切っていくことによってアプローチアングルが大きくなっていくので、この状態で段差に乗り上げるという方法もあります。バンパー下のディフューザーはゴム製なので、障害物当たってもいなしてくれると思います。
実は先代のキャリーは当初こんな形をしていました。前輪がボディの前端にあり、ホイールベースは長く、直進時の走行安定性も向上していました。ただ、狭い農道やあぜ道などで U ターンしづらいなどの声があったのでしょう。モデル途中で昔ながらのショートホイールベースモデルが復活。そして最新モデルではキャリーの全車型がショートホイールベースに統一されました。おかげで狭いところでも楽に取り回しできるようになり、ランプブレークオーバーアングルも拡大。デコボコの激しい地形でお腹がつっかえて動けなくなる亀の子スタックも起こしづらくなりました。なお、ボディ仮面の最後尾にスペアタイヤがありますが、これを外すとデパーチャーアングルが向上します。とはいえ、地面に干渉したとしてもスペアタイヤですから問題はありません。燃料タンクを守ってくれる役割も期待できるので、つけたままテストを行っています。次に最低地上高を実測していきます。フロント側はサスペンションメンバーの前端が190ぐらいなんですが、サスペンションメンバーの奥の方が低そうなので、そちらも測ってみます。奥側は、そうですね、165ぐらいですね、最低地上高。あとですね、ボディ真ん中あたりで、このミッションを支えているメンバーですね。ここの地上高も低いと思うので、測ってみたいと思います。ここがだいたい170ミリぐらいですね。後ろ側は、このリアデフの下が一番低いと思います。ここがですね、165ぐらいですね。それではいつものように車体を持ち上げ、4WD システムの働きを観察していきましょう。この車にはトランスファーレバーがあって、廃炉を2段階にスピードを切り替えられるようになっています。2H は2駆のハイレンジ、4H は4駆のハイレンジ、4L は4駆のローレンジを示しています。ローレンジとは、車の速度が低くなる代わりに、タイヤを回そうとする力が強くなるモードのことです。キャリーの場合、ハイレンジのギア比が 1.000、ローレンジが 1.673 ですので、ローレンジの方がより大きく減速されることになります。同じエンジン回転数でも、ローレンジの方がゆっくり走ることとなり、逆にトルクは 1.673 倍に強くなります。これがエンジンがアイドリング時のハイレンジの一速の状態です。そしてこれがローレンジの一速の時の状態です。ローレンジの方がゆっくり回っていることがわかります。キャリーのマニュアル車の場合、発進から高速巡航まで5段のギアを使い分けていますが、この5段すべてが低速化されます。ですので、5段プラス5段で合計10段もの変速ギアがあると考えていただければいいと思います。ハイレンジの4駆は主に積雪路やフラットダートで、ローレンジの4駆はアップダウンや段差、ぬかるみなどの多い悪路で使うことになります。そしてアスファルトの道では、雪でも降らない限り、基本的に後輪駆動の 2WD、つまり 2H で走ることになります。その理由は、後ほどご説明しましょう。キャリーの 4WD システムは、後輪駆動のレイアウトが基本となっています。直列3気筒のエンジンを縦置きに積み、5速のマニュアルミッション、廃炉を2段階に切り替えられるトランスファー、プロペラシャフト、リアデフが一直線に並んでいます。そしてこのトランスファーから前輪を駆動するためのプロペラシャフトが分岐しています。エンジンがフロントアクセルの後方に配置されているため、フロントのドライブシャフトがやや長くなっています。
4駆システムはジムニーと同じパートタイム 4WD です。これは文字通りフルタイムではなくパート、つまり一時的に使う 4WD であることを示しています。常時使わない理由は直結 4WD だからです。直結 4WD とは前後のプロペラシャフトが直結され、前後輪の回転が常に等しくなる構造のことを言います。古くから軍用車に使われ続けてきたタフでシンプルな構造なのですが、ミューの高い路面、つまりドライのアスファルトでは基本的に使いません。それゆえにパートタイムと呼ばれるわけです。次の章ではその理由を実験を通してご説明いたしましょう。これは後輪駆動の 2WD の走りです。ハンドルを目いっぱい切って一速でアイドリングに近い回転数で走っています。この小回りの良さがショートホイールベースの魅力ですよね。さて、次は4駆に入れて走ってみましょう。4エッジです。クラッチをつないでいくとすぐエンストします。もう一回やってみましょう。やはりエンストします。まともに走れません。車が曲がるときは前輪の方が後輪より大きな軌跡を描くことは皆さんご存知だと思います。左右輪がともに前輪の方が後輪よりたくさん走る。つまり速く回らなければいけないわけですが、直結4駆ではそうもいきません。前後のプロペラシャフトが直につながっているので、前後輪ともに同じ回転数でしか回せないからです。もちろん左右輪の回転差を調整するディファレンシャルがありますが、この場合は前後の話なので関係ありません。では強引に走らせようとしたらどうなるのか。前後輪の回転差は地面とタイヤとの間で処理するしかありません。でも相手がアスファルトだとグリップが高くて滑らせるのが難しく、ニッチもサッチもいかなくなって車が止まってしまうわけです。これをタイトコーナーブレーキング現象と呼んでいます。ではオフロードではどうなるのか。はい、今4ローに入ってます。低いギアの4駆ですね。でここでハンドル目いっぱい切ってクラッチつないでいってみましょう。ミューの高い路面では止まっちゃっていましたよね。これがオフロードではどうなるのか、止まるのか。いきますよ。はい、オフロードでは止まらずに、このようにタイヤが強制スリップします。スリップしてるのは一番内側のタイヤと外側のタイヤ、右後輪と左前輪が強制スリップする形で力が逃げるんですね。オフロードではこのように直結4駆であっても強制スリップすることによって走れてしまうんですよ。跡がくっきりできてますよね。一番内側のタイヤ、4輪あるうちの一番内側のタイヤと一番外側のタイヤが強制スリップすることによって路面が掘れている。直結4駆がオフロードで走れるよっていうのは、こうやってハンドルを切った時に前後の回転差、前後輪の回転差をこうやってタイヤと路面が吸収してくれるからなんです。これがミューの高いアスファルトではできませんよっていう話ですね。ではオンロードでは4駆を全く使わないのか。私はごくたまに使うことがあります。同じパートタイムの 4WD システムを搭載したジムニーの動画から引用しておきましょう。個人的には高速道路で強い風の中、土砂降りの雨に遭遇したなどという場合に4ハイに切り替えています。こうすることで車の直進性が良くなり、トラクションも安定します。ただ雨風が弱まればすぐに 2WD に戻します。路面のグリップが回復すれば駆動系にストレスがかかるようになるからです。もちろん雪道では必ず4駆に入れていますよ。
ランスファーレバーはこれです。4WD って書いてあります。ボタンがありますね。最初、2杯。後輪駆動の肉の状態から4杯に切り替えるには、そのままレバーを手前に引くだけです。で、これは時速80キロ以下であれば、走行中でも切り替えることができます。肉に戻すときも、ボタンを押す必要はないです。4杯からニュートラル、または 4L、ローレンジの4駆ですね。に切り替えるときは、ボタンをプッシュして、これでニュートラル。ニュートラルから4駆もこのままでは入らなくて、ボタンを押して、これで4駆です。この4杯、2駆から4駆にした時点で、インパネには 4WD の表示灯がつきます。そしてそこから先に 4L にした場合は ESP オフ、車線逸脱警報オフ、デュアルカメラブレーキサポートオフの表示灯、3つの表示灯が点灯します。ローレンジですよっていうランプはないので、それで判断してください。それから走行中に2駆からハイレンジの4駆に入れた場合、軽いショックが出ることがあるというふうに言われています。それは故障ではありません。それから停車中に2駆から4駆、またはもちろん停車中に4駆のローレンジに入れた場合に、4WD の表示灯がインパネの中についていなくても、走り出した時に表示灯がつけば、それは正常ですので安心してください。それと停車中に2ハイから 4H に操作した時に重くて入りづらい時、その時は低速で走行しながらこの操作をやってくださいということです。同じように、今度4ハイから 4L に入れる操作が、もちろん停車中に重たい場合は、ちょっと車を前後に動かして、もう一回止めて入れると入ることが多いですよっていう話です。フロントサスペンションはストラット式コイルスプリングです。サスペンションメンバーやサスペンションアームは黒く塗装されています。その奥に見えているのがラジエーターコアです。エンジンやミッションはそのさらに後ろ側に配置されています。画面上には白く塗装されたラダーフレームが見えています。ここがサイドメンバー。ここがクロスメンバーです。一見するとビルトインフレームと表現したくなりますが、後ろの荷台はボルトオン。外せばジムニーと同じようなラダーフレームが顔を出します。リアサスには重量物の積載に適したリーフスプリングが与えられています。ジムニーのように左右のタイヤが1本のアクスルハウジングでつながっており、フロントの独立懸架サスに対してリジット式、リジットサスなどと呼ばれています。車載工具はここにあります。取り方はこの、内装を外す感じでクリップ外します。これがホイールレンチですね。ホイールレンチ。これが車載ジャッキを回す棒ですね。で、純正のパンタグラフのジャッキはここです。ジャッキアップポイントはこのフロントサスペンションの根元、この三角にピョコンって飛び出てるところですね。こうやって斜めから入れていきます。そして、ここを手で回して、ジャッキアップポイントにかませていきます。ジャッキアップポイントを膨らんでるので、しっかり穴にはまって噛むようになってます。フックを入れます。ホイールレンチを差し込みます。こうやって、ジャッキを斜めに入れることで、回せるようになる。ここがボディに当たらないので、楽に回せます。純正のパンタグラフジャッキで、このぐらい上げることができるので、少々タイヤを体系化したとしても問題なく使えると思います。リア側のパンタグラフジャッキのジャッキアップポイントは、ここです。リーフを止めている U ボルト。U ボルトと U ボルトの間。ここですね。リア側の方が、実はあんまりタイヤが浮かなくて、指2本ぐらい。フロアジャッキのジャッキアップポイント、フロント側は、サスペンションメンバーの真ん中、この補強してあるところです。リア側のジャッキアップポイントは、
リアデフの下、ここですね。なお、リジットラックを使う場合はこのような位置になります。リジットラックは一番上が平らなものじゃないと使えないと思います。スタックした時の牽引フック、フロント側は左右に1箇所ずつあります。でここに牽引フックをつなぐには、こういった U シャックルが便利です。U シャックルのボルトを外して、こうちょっと隙間小さいので、こういう小さめのシャックルがいいと思います。で、ストラップを通して、で、ここで、オフロードでスタックした時に牽引するような、短時間で、でもちょっと力が大きくかかるときは、半回転ぐらい戻しておくといいです。そうすると、これが回しづらいとかっていうトラブルがなくなります。で、ストラップはこのように、I ボルトのところに、こういう力が入るようにかけてあげましょう。リア側は、牽引専用のフックというものはありません。リアのファイナルメンバーも結構上の方にあって、そこを引くと、ここがめくれ上がってしまうので、やっぱり、リーフとシャックル、リーフにかける感じで、こんな感じで、どうしてもエマージェンシーの時は、こうやって引くしかないかなと思います。取扱説明書では、リアからの牽引は推奨しておらず、今回ご紹介した方法は、積車に乗せる時のタイダウン用としてのみ記載されています。不安な方は、市販の後付け牽引フックの装着がいいのではと思います。次に、オフローディング時に大切になる前方視界にフォーカスしてみましょう。これは、背もたれを寝かしたルーズな姿勢と、背もたれをしっかり起こした時の前方の視覚を比べたものです。その差は90センチほどありました。これまで取材した車の中で一番優れた値でしたが、前方の地形をなるべく確認しやすい姿勢で運転することに越したことはありません。スーパーキャリーの運転席は座面を上下に調整することはできませんが、そのスライド量は軽トラック最長となる180ミリを誇ります。シート位置も18段の調整が可能です。そして40度近いリクライニングも可能ですので、こんな風にルーズな姿勢も取れてしまいます。ですが、これではヒルクライムの時、つまり車が上を向いている時に、手足がハンドルやペダルに届きづらくなって、とても危険です。今回のようにアップダウンや凹凸の激しいところを走る場合には、直前方向の視覚を減らすためにも、このように体を起こした姿勢をとることが大切です。まず、お尻をシートの奥にしっかりつけた状態で、すべてのペダルを奥まで余裕を持って踏み込めるよう、座面を前にスライドさせます。クラッチもきっちり最後まで踏み込めることが大切です。ステアリングはチルトもテレスコピックもしませんが、無理なく馴染めるような場所にあります。リクライニングはちょうど手首がステアリングの上に来るぐらいまで起こしましょう。こうすると、ステアリングの10時10分の位置を両手で握ったときに、肘に十分な余裕ができます。オフロードではステアリングの操作が増えるので、いつでも素早く回せるよう、肘に余裕を持たせておく方がいいのです。ちなみに私は、背もたれを最大限に起こした状態がちょうど良かったです。この姿勢なら、直前方向の視界もかなり良くなります。なお、オフロードでは、凹凸ある地形によってタイヤが蹴られ、その力が逆にステアリングに伝わって勝手に回ってしまうことがあります。これをキックバックというのですが、親指をステアリングの中に入れるようにして握っていると、突き指してしまうことがあります。ですので、このように親指を外に沿わせるようにして握る癖をつけておくようにしましょう。さて、
それでは軽い林道を走ってみたいと思います。今 2H FR のリア駆動になっているので、これを4駆に入れます。あ、これね、走ってる最中に入れられるんですよ。こうやって一足でトロトロ走ってるじゃないですか。で4駆にガシャンと4駆にこれで入りました。4駆のパイロットランプつきました。でこれハイレンジなので、一足でこの下り坂どのぐらいのまあいい感じでエンジンブレーキ効きますね。ここも今ね、アクセルもブレーキも踏んでないですよ。ハイレンジですけど、このぐらいの坂だったらいい感じにエンジンブレーキが効きます。この辺で2足入れようかな。私4駆に初めて乗ったのがスズキジムニー JA11 っていう車なんですね。前後リーフのジムニーだったんですけど、そのジムニーとね、このボディの軽さ感すっごくね似てるんですよ。でここで上り坂、これさすがに4ローに入れないとダメだな。ニュートラルの状態でクラッチ踏まなくていいのかな。これでボタンを押して入った。入りました。これで4ロー入ったはずです。じゃあ4ローの1足でゆっくり登ってみましょうか。いきますよ。もちろんデフロックなんか使ってませんよ。こんなゆっくり登っていいのかな。お登るね。頑張れ。楽しい。やっぱり楽しい。これ自由に J11 時代のね感覚が蘇りますね。今ローレンジの4駆の1足で急な坂をゆっくり登りましたね。途中軽くタイヤ空転するところがあったので、やばいと思ってちょっとアクセル踏み出しましたけど、いやー楽しいな軽トラック。いや僕もね JA11 に乗ってる時に雑誌社時代に後から来た後輩がね60とか、それからねラングラー TJ とか乗ってて、僕の JA11 のことねケットラってずっと言うんですよね。後輩のくせに。悔しくてね一生懸命オフロードの技術磨いたんですけど、ケットラいいじゃないですか。最高ですよ。これなんかこう、いや人馬一体感待てよ、これはローレンジだからローセコ、ローレンジのセカンドのことをローセコって言うんですけど、ローセコでも結構エンジンブレーキ効きますよね。これハイレンジの一足とローセコどっちが最終的にギア比が低いのかちょっと調べる必要ありますけど、感覚的にはハイレンジの一足の方がゆっくり降りられた気がします。これね、昔のオフローダーはローレンジだけを使ってたわけじゃなくて、坂のシャドウによってはハイレンジの一足ちょっと8が坂のシャドウによっては、ローセコを使うよりハイレンジの一足の方がいいとかね、細かくハイローギアとそれから5速のギアを掛け合わせて、自分でねそのギアのどのギアが一番低くてっていう順番表を作ってね、それでオフロードを一生懸命練習したんですよ。さあもう一回行ってみましょうか。さっきローレンジの一足で、ここはねどうやってもローレンジの一足です。ローレンジの一足でゆっくり登ってみましょう。デフロックは使ってないですよ。もうほんと楽しいねこれね。いけもうジャパニーズ軽トラック最高。これアメリカ人が夢中になるの分かりますよね。こんなとこ登っちゃうんだもんだって。いやー楽しい。このぐらい登っちゃえばローセコに入れて、やっぱマニュアル楽しいな。やっぱマニュアルは楽しい。じゃあいい感じに走れるエンジンブレーキ効くことが分かったので、あそこはローレンジのローでエンジンブレーキを効かしながら下りましょう。この車はねヒルディセントコントロールとかいうハイ
テクなものはついてないんですよ。ハイカラなものをね。はい。だけどローローできっとエンブレよく聞くと思うんですよね。ただね、僕ね一つだけトラウマがあって、北海道の四駆のクラブを取材行った時にデリカスターワゴンっていう車でオフローディングさせてもらったことあるんですよ。でデリカスターワゴンとこの車同じなんですよ。何が同じかっていうと、タイヤの位置が自分のお尻の下なんですよ。デリカスターワゴン、スペースギアじゃないですよ、スターワゴンだから、あ、溝が来る、段差が来るって言って自分のその体を通り過ぎてからゴットンって言うんですよ。でね、それはまだ許せるんですけど、ヒルダウンがこのまま前転するんじゃないかとか、前転したら自分が一番最初に地面にキスするんじゃないかとか、すごい怖かった思い出があるので、僕このキャブオーバーの車のヒルダウンはねトラウマなんですよ。トラウマの僕にヒルダウンをやらせるかっていう話なんですけど、やらないとね企画が前に進まないので、やっぱりちょっと怖いなただこの車エンジンがねこのフロントタイヤの後ろにあるじゃないですか。もうミッドシップですよ。ミッドシップスポーツカーですよ、オフロードの。だからそんなに前が重たいわけじゃないっていうことで、それ重量重心位置低いじゃないですか。エンジンとか重たいもの全部下にあるから、それを信じてローのローだよな。これトラウマの記憶が蘇りますね、ヒルダウンね。今ねアクセルもブレーキも踏んでないです。やっぱり怖くない。この挙動はちょっと怖いかも。ギア比もねいい感じですね。その黒監督かっていうよりは本当に使いやすい。ローセコのね速度がいい感じです。もっと遅い車もあると思うんですけどね。こういったリンドチックなところをもうローレンジの四駆でローセコでタラタラ走る感じいいですね。はい、ちょっとしたガレた上りが見えてきましたけど、どうかな、このままローセコで粘るかな。全然粘るんだ。やっぱギア比低いね。行くよ、楽しいよ。軽トラ最高だね。もうなんでこんな自然との一体感最高だね。これ今まで乗ってた高級四駆では味わえないね。これでねアメリカの皆さんハンティングに使うのかなと思うんですけどね、後ろに獲物乗せられるから、アメリカの国立公園とかこういうので走っちゃうのかな。楽しいですよね。だってそれこそバギーとか行くような狭いとこも行けちゃうし、また下り坂来たな。あんまり下りたくないけどローローで下りましょう。ローローのエンジンブレーキだけで下ります。慣れないとね、このキャブオーバーのヒルダウンにちょっとこっち側走ろう。こっち側の道の方がいい。ちょっとブレーキ当ててます。エンジンブレーキ効かせつつ軽いブレーキで、さっきより全然怖くない。はい、こうマニュアル車の運転を思い出してきたね。キャンバーもね結構傾くいやでも思ったより安定してるな。これトレッドが狭いからね、やっぱ今までの SUV よりちょっと緊張しますけど、こんなゆっくりをオートマみたいにアクセル操作だけですよ。ハンクラッチいらないですよ路面の状況すごくよくわかる。思ったよりリアのリーフ柔らかい。リアのヘルパーリーフが効くまでやっぱ柔らかいんですね。働く車なんだけどやっぱり柔らかい。楽しすぎる。だいぶ慣れました。この車でオフロード走れる。で空気圧先ほど林道で走った時は 2.7 でした。でこの車は前輪は 2.8 280キロパスカルが荷物をいっぱい積んだ時の空気圧で、荷物をあまり積んでない時は2キロパスカルなんで、これを下げます。ヒルクライムテストの前に下げます。でフロントはさらに 10% 下げます。だから180。
はい、これでいこうと思います。リアは林道を走った時に330。荷物がいっぱい積んでる時は350キロパスカルなので、これを軽い荷物の時、つまり240キロパスカルのさらに 20% ダウン、192キロパスカルまで下げます。これはあくまでオフロード走行のためです。設置面積を増やして路面のグリップを増やすためです。まあでも重い荷物を積んでいる時のパンパンの空気圧でオフロードを走ると、それはさっきみたいに滑りますよね。だから結果としてフロントは180、ギア190まで下げます。荷物はもう全く乗ってないので、スペアタイヤはここのボルトを外すだけで外れます。もう今かなり緩めてあるんですけど、まあこれをこんな感じで、こうですね。で、ここが、14580R12 の、ここが4本入ってるタイヤと全く同じスペアタイヤが入ってます。テンパータイヤとかじゃないです。先ほど空気圧を下げたので、ちょっと軽く感触を確かめます。どうでしょう。なんか乗り味やっぱりソフトになった感じがします。これローレンジのローです。そうですね。なるほど。斜めに入ると登らないんだ。これは対角線スタックですね。詳しくは後ほどモーグルのところでご説明します。じゃあここデフロック入れるとどうなるのかな。これ簡単に登るしここでデフロック外します。かなり乗り味柔らかくなって路面をしっかり捕まえてくれる感があります。 OK ですね。じゃあヒルクライム行ってみたいと思います。ではヒルクライム行ってみたいと思います。今ローレンジに入っていて、まあこのぐらいのヒルクライムだったら、ジムニーの時だったらローレンジのセカンドで登ってたなと思うので、ローセコでちょっと勢いつけて登ってみたいと思います。はい、難なく登りましたね。空気圧下げたこともあって、かなり路面をしっかり捕まえてる感じがありました。この藤金の急な坂、25度近い坂をこの子はいとも簡単に登りますね。さすが軽トラック、さすがローレンジで、今度はここを下るわけですが、ヒルディセントコントロールなんかはついていないので、ここはねローセコか一足か悩みますね。でもまあ一足で降りてみましょう。一足で結構エンジンぶん回るんじゃないかなって気がしますけど、エンジンブレーキ効いてね。意外と安定してるっていうか、全然前転しそうな気がしない。さすが低重心。いい感じのエンジンブレーキ。ローレンジのローでちょうどいい速度で降りましたね。恐怖感もない。次はですね、試しに 2WD で登ってみましょう。皆さん2駆と4駆の違い知りたいですよね。いきますよ。今2駆のハイレンジです。 2WD でしかもハイレンジなので、もちろん1足しか使えませんけど、これでどこまで行くか。いきますよ。後ろのタイヤだけ駆動力伝えてますからね。全然全然登らなかったですね。はい、これが 2WD の実力です。次はローレンジの1足で、先ほどはローレンジの2足で登ってましたけど、ローレンジの1足でゆっくり登ってみましょ
トラクションコントロールは働かないので、もう本当にこの車のメカニカルな実力だけでどこまでいけるかです。エンジントルクは十分ですね。まさか登るのか。なるほど、ここまでしか行かないですね。ここから再発進試みてみましょう。多分行かないな。あ、ヒルホールドアシストやってみましょうか。この状態で今クラッチペダル踏んでますよね。エンジンストップしないように。これでブレーキペダル離しても、あ、下がんない下がんない。おお、ヒルホールドアシストもう一回いきますよ。これでブレーキペダルを離しても車が下がんない。何秒ぐらいあんのかな。もう一回いきます。せーの、パッ、1、2、3、ちょうど3秒ぐらいありますね。3秒間ブレーキペダルからアクセルペダルに踏み替える時間がありますね。で、先ほど穴を掘ってしまったのでちょっとだけ下がりましょうか。ここからもうちょっと下がりましょう。今ね、車が傾いてあんまり良くない状態。あそこに掘った穴がありますね。ここから再発進できるかやってみましょう。いきますよ。ペダル踏み替えて、やっぱ行かないな。再発進厳しいですね。もうちょっと下がろう。こういう時はだんだんジムニーのことを思い出した。行かないなるほどね。もう一回やってみましょうか。ラインを変えて。でも一速で勢いをつけなくてゆっくり登るっていうのはなかなか辛いんですね。もうちょっと速度つけようか。じゃあでラインを変えましょう。でもな、これ以上エンジン回転数上げらんないしな。なるほど、一速で登るのは厳しそうです。で、じゃあここからバックのリカバリーをやります。バックギアに入れます。皆さんニュートラルで下っちゃダメですよ。で、バックギアに入れて、これはエンジンブレーキで下ります。今ローレンジのエンジンブレーキで下ります。で、ブレーキ離して、ここではヒルホールド効かないのか。効かないんだ。効かないんですね。このまま下がりますよ。いきます。下がります。で、こうやって皆さん後ろを振り返らないようにしてください。で、今エンジンブレーキにプラスしてブレーキペダルに添えて速度を軽く調整しています。なるほどね。やっぱりここはちゃんとギアをセレクトしてあげて、正しい速度で前に進む運動エネルギーをその位置エネルギーに変えるっていうんですか、高度に変えていくっていうことをしっかりやらないとダメですね。なのでやっぱりここはローセコのゆっくりでいけるかやってみましょうか。ゆっくりって言ってもエンストしないぐらいにゆっくりしないといけないですね。飛ばしすぎず、ローセコのエンジン回転数のトルクの美味しいところで登ってあげるのがいいんだと思います。いいね、いい感じ、いい感じ。やっぱり楽しい。自分でギアを見つけてヒルクライを登り切った時の楽しさ。これやっぱりオフローディングの醍醐味ですね。マニュアル車いいな、やっぱり。はい、ハンクラッチからつないで車勝手に下がっていくので、そんなにシビアにハンクラッチしなくても大丈夫ですよ。今回はね、ちょっとだけブレーキ踏んで速度調整してます。だいぶ掘ったところでラインが荒れますね。でも大丈夫。前に転がるような挙動一切ないし、私のキャブオーバー車に対するトラウマも消えました。さすがキャリーです。というわけで最後、坂の中盤ぐらいでスタックしてしまった時、リカバリーのやり方をもう一回おさらいしましょう。
まずはローセコで坂の中盤ぐらいまで行きますよ。はい、ここで止まってしまったとします。ここから下るには気をつけないといけないですよ。これね、慣れてる人でも後ろ振り返ると足が震えるぐらいの場所ですからね。でまずは落ち着いてエンジンが回ってることを確かめて、で必ずバックギアに入れてください。でこの時にヒルホールドアシスト効くのかな。効かないですね。じゃあこのまま下がりましょう。車が斜め向く前にクラッチをつないじゃいます。この時ブレーキを無理に離さなくてもクラッチをつなぎながら、はい、エンブレを効かしながら、でもブレーキを軽く当てながら速度を落としながら降りましょう。で自分が登ってきた轍を見ながら後ろを振り返るのではなく、前を見ながらハンドル操作をしましょうね。人間後ろを向いてしまうとハンドル操作逆になることがありますからね。はい、こんな感じです。次はキャンバー走行をやりたいと思います。キャンバーは車が横に傾く、そういった地形ですね。でこういった軽自動車はトレッドが狭いので、他の乗用車に比べればその横の安定性っていうのは悪くなりますよね。なので、ゆっくり走るというよりは前に走り抜けようとする感性を使いながら、キャンバーの坂に負けないように、だからローローでゆっくり走るっていうよりは、先ほどと坂と同じようにローセコもしくは、ハイレンジの一足がいいんじゃないかなと思います。ここはローセコで走ってみます。こんな感じですね。思ったより安定してますね。思ったより安定してる全然横転しそうな気配がないです。で四輪の設置感も良くて、四輪がしっかり地面をかいてくれているので、もう一回行きますね。じゃあもうちょっとだけゆっくり行ってみましょうか。結構坂の上の方まで行ってますよ。はい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 、安定してます。安定してます。サスペンションがいい感じに路面をいなしてくれて、で、空気圧を減らしたことによって傾きやすくはなってるんですけど、逆に路面から跳ねなくなって凸凹のキャンバーなんですけど走りやすかったです。はい、キャンバーもなかなか安定した走りでしたね。次はモーグル地形行ってみたいと思います。モーグル地形はですね、スキーのモーグルのように小さなコブが互い違いに配置されているといった、そんな地形ですね。でここは4ローの1足で行きます。ローレンジのローローで行きます。でモーグルで大切なのはやっぱり四輪の設置ですね。なるべく足が浮かない方がいいです。はい、今のところ問題ないですね。この軽自動車なのでやっぱりトレッドが狭いので、結構ですね、大型車では足が浮いたりしていたところを山の斜面に張り付くような形で、あまり今のところ浮かないですね。でこの車は、フロントが独立懸架、リアがリジットなので、足が浮いたり浮かなかったりっていうことに強いのはリアのはずです。でどこかで対角線スタックになるかなというところなんですが、この辺でどうでしょう。はい、対角線スタックになりましたね。これはどういう状態かというと、左前のタイヤと右後ろのタイヤが地面から浮いてしまって空転してるんです。これはですね、前後についているデファレンシャルっていう装置のいたずらなんですけど、片方が完全に浮いてしまうとそちらに回転が逃げてしまうんですね。で四輪駆動車といえども前後でそれが起きると前に進めないんです。で対角線のように左前と右後ろでそれが空転が起きているので、これを対角線スタックと呼んでるんですね。でこの状態もう一回やってみますけども、ちょっと待ってくださいね。クラッチをつなぐ、進めてないですよね。これを対角線スタックと言います。この状態から脱出するには、この車は
4ローになるとトラクションコントロールがオフになるので、電下の砲塔デフロックをオンにします。デフロックのスイッチはこれです。オンにするとパイロットランプがつきます。この状態でリアデフロックがオンになってます。で、デフロックの操作はですね、エンジンがかかっている時で、なおかつ停車中に行ってください。走りながらやらないでください。このままクラッチをさっきと同じようにつないでいってみましょう。いきますよ。ちょっと怖いのでハンクラッチを使いながらいきます。ブレーキを使いながら。簡単に脱出できましたよね。はい、今右後ろのタイヤが浮いてるんですけど、左後ろのタイヤが設置してるので、デフロックにするとこの左右がデフがロックされるので、左右輪が同じ回転数で回るんですね。なのでこちらの右側のタイヤが浮いていても関係なしに前進することができます。こんな感じですね。で、この車ですね、結構傾いてると思うんですけど、やっぱりね、低重心なので安定性がありますよね。はい、これで左前のバンパーがおそらく地面に当たりそうなので、こういったトレッドの狭い車は、コブをまたぎながら走るというより、コブののり面に車体ごと乗せて傾きながら進めるっていう方法も有効なんです。で、その際気になるのが車の傾きなんですけど、結構耐えてくれてます。はい、外から見ていると怖いと思うんですが、運転している方はそんなに怖い感じはないです。ここで対角線スタックするかな。はい、ここでも対角線スタックしますね。もう一回やってみましょう。はい、いけないです。やっぱりデフロック入れます。すごいですね、デフロックの効果。ここでデフロック外します。ここでももう一回対角線スタックするかな。あまりしませんでしたね。はい、こんな形でこのキャリー、マニュアル車の四駆のキャリーも対角線スタックになってもデフロックを使うことで前進できます。さすがですね。いかがでしたでしょうか。キャリーは軽自動車という日本独自の規格の中で独自の進化を続けてきた世界最小クラスの本格トラックです。あまりに自然に私たちの日常に溶け込んでいるので、その存在を強く意識することはありませんが、いざ使ってみるとそのサイズ、その排気量からは想像がつかないほどの魅力とパワーを秘めた車でした。オフロードの性能も一級品。慣れてしまえば小さく扱いやすい体と相まって手足のように一体感のある走りを楽しむことができます。もしあなたがこの愛らしいトラックを手に入れることができたなら、メインの車がどんなに立派でもこの小さな相棒と出かける機会の方が多くなることは間違いありません。とにもかくにも久しぶりに心から楽しめた取材となりました。やはり軽トラックは小さな巨人ですね。それではまたお会いしましょう。